はい、UJ でございます。コルグオプ6ね、このオルタード FM シンサイザー FM ですよ。オプ6 X っていうぐらいですからね。まあオルタードってのは改められたとか変更されたとか改良されたみたいな、まあいろんな意味ありますけど、この FM シンサイザーとしてこルグがこんな感じで仕上げたみたいなところを今紹介しましたけど、今紹介したのはね、このフェイバリットモードというところにある、この音色軍団を紹介しましたが、このフェイバリットっていうのはね、4つのバンクがあってよくできてんだよね。瞬時に選べると。気づいた人はおっと思ったかもしれないけど、音色ね、次の音色切り替えても途切れない。これは素晴らしいですね。これはよくできてるわ。ということで、見ていきましょう。今弾くとね、こうやってね、このアナライザーで波形が出るのはね、コルグではおなじみですけど、これ何たって FM ですから、 FM っていうことはどういうことかというとね、 FM ですよ。この例えばこういう FM エリピに代表されるような FM もそうだし、こういうね、シンセリードとかということになるわけですけど、ここ今6つ出てますけど、この画面にね、これがこのデータエントリーにタウンしてます。これでアルゴリズムがぐわーっと川にいますね。こうやって6つの箱が、ね、今までの FM シンセでもおなじみのこの並び方がいっぱいあって、ロックオペレーターなんで32番で、6つのオペレーターが平行に並ぶみたいな感じですけど、これね、なんとこの先に32以降ねいるんですよ。これなかなか見たことないね、このロックオペレーターでこの形。これも全部縦並び6個が35、これもないですね。これもないね。これフィードバックの生き方が違いますね。なるほどね。という40のアルゴリズム。今までロックオペレーターだったら32が、マックスでしたけど40になってて、さらにユーザーでね、これ自分でも作れるっていうところがすごいですね、これね。で、これよくできてるのが、例えばこれね、アルゴリズムがこうあります。12と3456の2系統なんだけど、これがここに対応してんのよ。
これねいいアイデアですね。とてもね。FM はキャリアっていうこの地面についてる、オペレーターとモジュレーターというその上にいる、下をくすぐる役目のモジュレーターというのがいるんだけど、これが赤と青っていうか紫っていうかに、色分けされてます。で見ての通りね、この12とこの12ねと13456でこれね、でキャリアが赤になっててモジュレーターが青になってるって、これ分かりやすいです。しかも下はオペレーターのミキサーというか、これだと12だけですね。でこれだと3456で、上はレシオ、ピッチだねこれ。これはねとてもよくできてますね。 FM としてのなんかとても分かりやすいインターフェースになってる。ここが素晴らしいと思いますね。さてプログラムはもう死ぬほど入ってます。刺激的な音がいっぱい入ってますね。これなんか分かりやすいんで見てみましょうか。これアルゴリズムはこの12と34と56のこの3系統の音なんだけど、見事にほら分かりやすくなってますね。でこうすると12のこれで34で56これを混ぜていい感じですね。で聞いて分かる通りリバーブ入ってますね。エフェクターが入ってます。しっかりここにねエフェクターっていうのがプロセッサーっていうところにエフェクターが3系統いますね。こうやってねエフェクト3系統素晴らしいです。フィルターもいてモジュレーション、これでエンベロープジェネレーターピッチとフィルターと EG これアサイナブルですね。 LFO も3つ3系統いると素晴らしいですね。でしょで例えばこの音色なんかもモジュレーションを動かしてみるとかなり複合的にいろんな音がいろんなパラメータが動いたの分かるよねこれね。こういうのとかエフェクトもパンが動いたりとか刺激的ですね。エンベロープも動いたりしてますね。これね中身を見てみるとほんとよくできててこの、オペレーターズとプロセッサーズってのがあるんだけど、このオペレーターズっていうところでその各オペレーターがどういうふうになってるのかっていうのがまず見れます。でここでオペレーターこれ6つのオペレーターでオペレーターセレクト各オペレーターがどういう設定になってるのかっていうのが分かりますね。こうやってね。これはモードでしょ。でピッチに行くとこのピッチに対してそれが、フィックスとかレシオかどういうピッチかっていうのが各オペレーターで分かります。
でレベルと EG 各オペレーターのアウトプットレベルと EG これが分かります。こうやってね非常にグラフィカルにできてますね。よくできてます。この6つ各セクションで6つのデータエントリーがちゃんとここの枠で、ちゃんと設定されているのでとても分かりやすいね。でここのモジュレーションプロセッサーのモジュレーションのところで、いろんなモジュレーションのソースとかディスティネーションを決めてやるというところですね。でフィルターも見てと。フィルターに至ってはねこのいろんなフィルターローパスフィルターここねローパスフィルターとか、ハイパスとかあってこの MS20 とかで MS20 とかポリ6とかなんか盛りだくさんですね。でさっきも言ったエフェクターが3系統いると。でこの6つのパラメータにきちんと対応していると。いやーほんとよくできてる。しかもここのボタンがさっきは音色のセレクトこのフェイバリットのところで音色のなんかもう FM ならではの金属音だけど、まあ、ここのところでフェイバリットにすると、フェイバリットのバンク4つのバンクに16個ずつ入ってると。これが瞬時に選べるという形ですね。でもう一つシーケンサーこれでしょうか。シーケンサーがここにいます。シーケンサーにするとプレイにするとまあ超勝ちすなわちポリフォニックシーケンサーです。これよくできてますね。これ今消しましたけどこんな感じで録音していくというね、ポリフォニックシーケンサー。もちろんアルペジエーターもバッチリ存在しているというね。いやよくできてますねこれバーッと説明しましたけどこのね、今3オクターブありますけどオクターブスイッチがあるんでバッチリ弾けますねこれね。でしかもこのインターフェースが本当によくできてる。 FM って、割ととっつきづらいね音源だったりするんだけどこの、スライダー、オペレーターミキサーとの、このデータエントリーが独立していてとても使いやすいと言えますね、とても良いと思います。さてもうちょっと中身に入っていきましょうかね。このコルグの OP6 って、225の、プリセットプログラムが入ってて226以降にねテンプレートといって基本音色みたいなこういうのが入ってるんだよ。こういう音色から作っていくもよしで251以降はイニシャライズボイスがいっぱい入ってます。じゃあこれでイニシャライズボイスからちょっと中身見てみましょうかね。この中身を見るには、このモードとかねいろいろあるんだけどこれ、今このイニシャライズボイスっていうのはオペレーターの1番だけが入ってる状態です。これだけ上げておきますね。でオペレーターセレクトで1番を選びます。そうするとオペレーター1の中身がこう見えてるんだけど当然 FM 今 FM モード、ねFM シンセなんで、純粋な FM モードでここにサインってあるんだけど当然 FM のそのオペレーターの中にはサイン符が入ってるのが基本なんだけどもこれはいろいろ選べます。いろいろアディティブ
ノイズとかもねありますね。当然ノコギリ波とか区形波とか、スクエアとかいろんな波形をサイン波以外に選ぶことができます。じゃあちょっとノコギリ波選んでみましょうか。これでね。で、ノコギリ波上で当然オペレーターの1のところで、この6つ、ここで言ってもこの3つあるんだけど、各オペレーターにフィードバックをかけることができると。でね、このモードがとても面白くて、今 FM モードでしょ。でここがねリングモジュレーションモードとかフィルターモードとかね FM フィルターウェーブフォルダーとかねバイパスとかミュートとかあるんだけど、じゃあここでね普通にフィルター見てみましょうか。フィルターでフィルターということはどういうことかというと、このオペレーター今1がノコギリ波選ばれててフィルターモードになってるんで普通にフィルターです。これレゾナンスとアナログシンセ状態、当然ローパスとかハイパスとかバンドパスとか、ハイパスバンドパス MS20 の MS20 ローパスハイパスとか、MG タイプアメリカのシンセタイプですね。いろいろなタイプがあるということなんだよ。でね、もう一つ面白いのがここのね V パッチ、これバーチャルパッチってやつなんだけど、これ茶色なんでシフトをしながら押しますが、これね V パッチ、ここで12系統あるんだけど、ね、まずパート1、ここでソースと、イニットとデスティネーション、インテンシティか、深さねとディスティネーション、変調先って言うんだけど、じゃあこれ例えばよ、何でもアサインできるんだけど、じゃあモジュレーションホイール、これにアサインしてモジュレーションホイールで何を変えるか。例えばよ、今オペレーター1が入ってるんでオペレーターのピッチをこれでコントロールします。でその、深さがこれになるんだけど、見事になってますね。目いっぱい入れるとここまでもう過聴帯聞こえます。すごいことになってますが、当然マイナス方向に行ったらマイナス方向に行きますね。バッチリですね。じゃあ2番、のパッチでバーチャルパッチで、じゃあ今度はよ、どうしようかな。例えば、キーボードノート、鍵盤っていうことね。鍵盤のノートで、鍵盤のノートで、じゃあオペレーター1のピッチをマイナスにしてみましょうか。そうするとどうなるかというと、で例えばよ、というように上げて下がって下がって上がるみたいな、ということができるわけですよ。面白いね。これは全部で12系統同時に使える。で、すなわち FM のパラメーターは全部ここで持ってこれるので、 FM とかいろんなパラメーターを、これはかなり複合的なことができるっていうのがよくわかりますね。よくできてます。これは素晴らしいね。素晴らしいですね。で、ここで面白いのがね、もう一つあるのがここに、このサイコロマークがあるんでね、サイコロマーク。このサイコロマークね、これはまさしくランダマイズってやつで、ちょっとなんか音色から言ってみましょうか。この状態でランダマイズを押すと、ランダマイズしますかっていうんでイエスって押します。そうするともうランダマイズされました。ランダマイズ、オシレーターをランダマイズっていうモードに今してます。
やるたびに変わります。もうまさに予測不可能な状態になるわけね。まあいうふうにね、このなんていうの仕上がり具合と面白さたるや結構わかりやすいし、このランダマイズ使うと予期せぬことも起こるし、まさにシンセサイザーらしい仕上がりになった FM と言えますね。はい、このコルグオプ6。いや本当にね、こういう形分かりやすいインターフェースに仕上がったらってのは本当にね嬉しいですね。もうねぜひ触りまくって、いつの間にかこの FM の仕組みとか音作りの、ね、感じがもう覚えられちゃうみたいな感じがしますね。コルグオプ6でした。